イーロン・マスクが SNS でシャラップと投稿、そしてその背後にはトランプ大統領やアメリカの規制当局との深刻な対立がありました。おはようございます。ケンです。今週のテスラは政治、AI、自動運転、そして株価までもが大きく動いた、まさに激動の1週間でした。テスラに投資をしている人、テスラのオーナーの方にとっても知っておくべき重要な変化がいくつも起きています。今日のこの動画では、そんな1週間のテスラをロボタクシー、政治リスク、技術の進化、この3つの視点で分かりやすく解説をしていきたいと思います。最後までご覧いただければ、テスラの今が一気に整理できる内容になっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。今週、イーロン・マスクさんはテスラのロボタクシーを今後2ヶ月以内にサンフランシスコのベイエリアで展開すると明言しました。すでにテキサス州オースティンでは招待制でテスラのロボタクシー運用が始まっています。その次のステージがより競争の激しいベイエリアになるというのは大きな意味があります。なぜならサンフランシスコはすでに Google 傘下の Waymo が無人ロボタクシーを運用していて、いわばロボタクシーの聖地とも言えるところだからです。そこにテスラが参戦することで、業界全体の競争が一気に加速することになります。さらに今週テスラはアリゾナ州でも正式な運用認可を申請しました。しかも運転手あり、なしの両モードでの申請です。これはいずれ完全無人化を狙っているという明確なサインでもあります。一方で懸念もあります。テキサス州でロボタクシーが信号無視をしたという映像が SNS で拡散され、それを受けてアメリカの交通安全当局 NHTSA が調査を開始しました。このようにテスラのロボタクシー展開は着実に進んでいる一方で、安全性や規制当局との関係という大きなハードルにも直面しています。FST、つまり完全自動運転という言葉に期待しつつも、現実にはまだまだ完全ではないことを投資家もオーナーも理解しておく必要があります。次は今週の最大の衝撃はイーロン・マスクさんとトランプ大統領の対立が一気に表面化したことです。ことの発端はイーロン・マスクさんが独立記念日に合わせて新党アメリカパーティーを立ち上げたこと、政治腐敗や財政赤字に強い懸念を示し、既存の二大政党に代わる選択肢を作ると発表しました。これに対してトランプ大統領は SNS のトゥルーソーシャルで強く反発。マスクは完全に脱線した。第三政党は混乱しか生まれないと強い言葉で非難しました。さらにトランプさんは、マスクはこれまで史上最大の補助金を受けてきた男だとも投稿。暗に今後テスラへの政府支援を見直す可能性を示唆しました。実際にその動きは現れています。トランプ政権はアメリカの交通安全当局である NHTSA の新しい長官候補としてテスラを過去に批判してきたジョナサン・モリス氏を指名してきました。この人物はかつてモデル3の広告が誤解を招くとして警告書を送った経歴を持つ人物です。FST やロボタクシーの今後の展開にとって大きなブレーキとなる可能性もあります。こうした政治的リスクにより投資家の不安も拡大しています。今週テスラ株は約 7% 下落し292ドル台まで急落しました。その後回復し最終的に313ドルで終えています。このボラティリティ、テスラに投資をしているとっては決して無視できない動きです。さらに注目を集めたのが著名アナリストのダン・アイブスさんとイーロン・マスクさんの直接対決です。アイブスさんはテスラの取締役会に対して以下の3つの対応を提言しました。一つ目は、イーロン・マスクさんに 25% の議決権を与える新しい報酬パッケージ。二つ目は、イーロン・マスクさんが他の事業に使う時間を制限するガードレールの導入。そして三つ目は、政治発言への監視と透明性の確保です。これに対してイーロン・マスクさんは X でたった一言、シャラと反応。SNS 上では CEO としての冷静さを欠いているとの声も上がりました。
一方で、グロック AI はユーモラスにテスラは混沌によって進化するとコメントし、皮肉を交えた反論を見せています。はい。ということで、政治や株価の不安が広がってはいますけれども、その一方でテスラは確実に技術を進化させ続けています。今週はその象徴的な動きがいくつかありました。まず注目すべきは、最新の対話型 AI グロック4がついにテスラ社に搭載されるというニュースです。グロックはイーロン・マスクさんが率いる XAI が開発した AI で自然な会話で車を操作できるようになることが期待されています。例えば、暑いからエアコンを下げてとか、次のスーパーチャージャーまではどれくらいっていった会話が普通にできるようになる世界が近づいているということになります。一方でグロックには過去に攻撃的な返答があったことからも慎重に導入される予定です。まずは一部車両のみでテスト的に展開されると見られています。次にご紹介するのはテスラの電動トラックセマイの実証テスト結果についてです。トラックって聞くとテスラの中でも地味な存在と感じる方も多いかもしれませんが、実はこのセマイがもたらすインパクトは非常に大きなものです。物流大手のアークベストが行ったテストでは3週間で4494マイルを走行、消費電力は1マイルあたり 1.55kWh とテスラが以前発表していた 1.7 よりもさらに高効率を記録しました。この数字が意味するのは商用運用においても電気トラックが十分実用的であることの証明です。CO2 の削減や燃料費削減を目指す企業にとってテスラセマイは非常に魅力的な選択肢になりつつあります。はい。では次は今週は海外市場でのテスラの動きにも注目が集まりました。特に中国とインド2つの巨大市場でテスラは異なる挑戦と成長の兆しを見せています。まず中国市場から2025年6月、テスラは中国で71,007台を販売し、前月比で約 24% の大幅な増加となりました。特にモデル Y は全自動車の中で中国国内販売台数第1位という快挙を達成しています。販売が回復した背景には、テスラによる価格改定や販売促進キャンペーンなどの施策が大きく影響しています。中国市場では BYD などの地元メーカーとの競争が激化している中で、テスラが再び存在感を取り戻しつつあります。今後も販売戦略やサービス強化が続くかどうかっていうのが鍵となります。一方で、インド市場では全く異なるチャレンジが待っています。テスラは7月15日にインドのムンバイに初の体験型店舗を開設する予定です。これはテスラにとって本格的なインド進出の第一歩となります。しかし、課題も大きいです。現在、インドでは輸入車に対して約 70% もの関税がかけられていて、モデル Y の販売価格は税抜きでも$56,000以上に達すると見られています。現時点では現地生産の予定もなく、都市部の富裕層向けに高価格帯で販売を始めるという戦略です。つまり、量を売っていくというよりも、まずはブランドの構築とプレゼンス確保が目的だと考えられます。テスラはすでに欧州市場でのポジションを確立していますが、今後はこうした新興市場でどう戦っていくのか、これが長期的な成長にとって重要なテーマになっていきます。はい。ということで、今週のテスラを振り返ると、まさに試練と進化が同時に訪れた1週間だったと言えます。政治的な逆風や規制の変化、株価の不安定さなど、外部からのプレッシャーは確かに大きなものです。一方で、ロボタクシーの展開、グロック AI の投入、電動ドラッグの実用化など、テスラ自身は技術と戦略の進化、これを確実に進めています。海外市場に目を向ければ、中国での販売回復やインド進出など、世界規模での成長も引き続き挑戦が続いています。これらを全て通じて言えるのは、テスラという企業がただの自動車メーカーではなく、政治、テクノロジー、経済、これが交差する存在になっているということです。その分株価の変動も大きく、チャンスもリスクも常に隣り合わせの状態と言えるんではないかなと思います。テスラに投資をする投資家にとっては、短期的な株価に一喜一憂するよりも、中長期のビジョンや成長シナリオを見据えて判断をするということがますます重要になっています。そしてテスラオーナーの皆さんにとっても、テスラがどこに向かっているのかっていうのを知ることは、所有体験や製品価値の理解に直結していくはずです。グロックの搭載が僕は個人的には楽しみですが、オーナーの皆さんはどうでしょうか？今後もテスラがどんな未来を描いていくのか、
これに引き続き注目して情報を収集し、YouTube で発信をしていきたいと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 315.35 ドルで、今週末が 313.51 ドルということで、正解はあまり変わらないっていうのが正解です。いやー、びっくりですね。今週は結構激しかったんですが、終わってみればあまり変わっていなかった。そんな1週間となりました。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は955票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、下がると答えられた方が一番多くで 46% でしたが、結果としてはあまり変わらないが正解なので、13% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、残念ながら全員不正解となっております。このアンケートですが、4週連続正解された方には今、社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートなんですけれども、趣旨としては2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることで、その難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になってみてください。そうすることで、そういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてみてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートをいたしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫です。参加してもらったらと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながっていくと思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な日曜日をお過ごしください。ではまた。